今日は午前中ずーっと寝っ転がってて、今やっと外に出てきました。3時くらいですね。で、今日めちゃくちゃ暖かいです。気温が10度あって太陽も出てて快晴、すごい暖かいです。そう、その前まで暖かかったんですけど、ここ1週間ぐらい結構寒くて、夜なんか氷点下行く時あって、また寒くなっちゃったかと思ったんですが、今日からまたあったかいですね。これがあと春まで続けばいいんですけどね。すごい気持ちいい散歩です。いろいろ用足しするのが明日にしようかなと思います。今日は日曜日なのでどこ行っても人がおるかなと思うんで、今日はちょっとゆっくり、まあでも買い物には行きたいんで、散歩がてら買い物行って、あとは家でゆっくりしようかと思います。よし、買い物完了。今日は消耗品類ですね。食べ物は明日買いに行きます。そういえばここになんとシャトレーゼができるみたいです。もうすでに建物完成してて、だいぶ雰囲気が分かりますが、ちょっと楽しみですね。シャトレーゼのお菓子めちゃくちゃ好きなので、この家の近くで買えるっていうのはすごい嬉しいです。ここね、3年ぐらい前にここに越してきた時はガソリンスタンドがあって、そこが閉まってからずっと空き地だったんですが、あと駐車場と建物の中整えればできそうですね。いつオープンするんだろう。危ない危ない、どこ歩いとんねん。大丈夫かな。飛ぶことを忘れてる。ちょっと小腹が空いたんで、卵かけご飯と韓国海苔。今日はビール買ってきたんで飲もうかなと思います。いつも飲んでるウイスキーを切らしてるので、今日はビール、そしてさっきワインも買ってきたんで、これでいこうかな。いただきます。お、色が綺麗。うまい。そしておつまみはこれ、なんか韓国のやつなんですけれども、安くなってたんで買ってきてみましたね。なんか甘いらしいですね。サザエ型お菓子って書いてあるんですけど、砂糖とか水飴とか使ってるんで多分甘いんですよね。なんか本当に貝みたいな形してますね。まあまあまあ、なんかかりんとうみたいな感じなのかな。でもあんまり甘くないんで、ビールのおつまみにも良さそうな感じですね。こんな感じのやつ。もう一度出会えるかは分かりませんが、ほら、貝っぽい。もっと、さっきのもっと貝っぽかったな。なんか、ほら、こんな感じのお菓子です。ちょっと空腹が収まらなかったんで、ラーメン作ってます。最近見つけたこの5食パックの喜多方ラーメン。札幌一番のやつですけど、これがね、結構、さすがに揚げてある麺だけあって、インスタントラーメン感は否めないんですけれども、結構ね、再現度高いんですよね。確かに喜多方ラーメンだっていう感じで。麺もこう、平打ち麺風なんですよね。で、ちょっと縮れてるという。なんか今まで食べた喜多方ラーメン風のインスタントラーメンの中で一番再現度高い気がしますね。めっちゃうまいです。ビールとの相性もいいし。もう一本はこれ、2025限定醸造って書いてありますけれども、札幌黒ラベルのエクストラムーブ。なんかすごいこのパッケージのインパクトもあって気になって買ってきてみたんですけれども、どんな感じなんでしょう。おつまみを変えてチーズとサラミではいただきます。なんかめちゃくちゃフルーティーですね。香りも味もすごいフルーティーな感じがしますね。なんかフルーティーなんですけど、あっさりっていうよりクラフトビールとかに寄ってるのかなっていう感じがしますね。クラフトビールっ
ぽい味わい、ただ、ごくごく飲めちゃうっていうタイプのビールですね。確かに美味しいかもしれません。お次はこれ、久しぶりにワインを買ってきてみました。安かったんで。なんかドイツのワインらしいですね。ドイツの赤ワイン。なんか甘いらしいです。ワイングラスがないんですが、こんな感じ。いただいてみます。あ、確かにむちゃくちゃ甘いな。あ、これかなり甘い。こんな甘いワイン飲んだことないかもしれないですね。そのくらい甘いワインです。これ間違いなくうまいでしょっていうの買ってきたんですけれども、韓国海苔ごま油味せんべいです。もうお菓子売り場歩いてたら目に入って、これ絶対うまいやつじゃんと思ってね、買ってきたんですけれども、食べてみます。てか最近ごま油高くないですか？買えないんですけど、なんか意外とちっちゃくて、すごい全部個包装、一個一個個包装になってますね。なんか最初食べた時はあんまり感じないんですけど、後味でごま油と海苔の味がするっていう、後から来るタイプですね。朝のコーヒーです。お供はこれ、那須に行った時に買ってきたフロランタンです。フロランタン、何気に大好物なんですよね。このアーモンドも好きだし、で私タルトが好きなんですよね。この感じね、もう美味しくて半分は先日食べてしまいましたが、でなんか少し厚みがある気がするんで、より楽しめる。なんかこのフロランタンはタルトのところの主張が強くて、すごい幸せになれる味。だんだん季節が春に近づいてきて、太陽の高さも高くなってきましたね。もう少し高くなると直接は入ってこなくなりそうなので、家の中から日を浴びれるのは今のうちですね。ただね、めっちゃ暑くて眩しいんで、家の中はあんまり直接当たんなくていいかなっていうのはありますけどね。夏この状態だったら死んでしまいますので、もう午前中は気持ちよくてずっと窓を開けて過ごしてましたね。気温が今 11.3 度あるっていうことで、めちゃくちゃ暖かくて最高です。西公園に来ました。今日はちょっとここら辺の街中を散策したい気分だったので、来てみました。あれ、なぜかワークアウトが一時停止されてますね。これたまに起こるんですよね。何が原因なんだろう。西公園の桜もあと1ヶ月ぐらいしたら、1ヶ月もないか、もうすぐ咲くかもしれないですね。西公園のここの広場の桜めちゃくちゃ好きなんですよね。毎年ここの桜すごいなんか規模というか、結構ここがね、桜の木が密集してるんですよね。ここら辺が。なので毎年ここには見に来るんですけれども、で屋台も結構出てて、ビール買って屋台飯食べながら花見するのが楽しみです。いいですね。めちゃくちゃ平和な雰囲気です。ここら辺のエリア来るのは4ヶ月ぶりくらいかな。4、5ヶ月ぶりです。紅葉の時期になんか紅葉見に散歩した記憶があるんですけど、それ以来ですね。冬は全然来てなかった気がする。
は全然来てなかったですけど、ここら辺の仙台城とか、この西公園から来たここの道、ここら辺散歩するの結構好きなんですよね。街から近いのに落ち着いた雰囲気ですごい気に入ってる場所です。ここ初めて歩きますね。国際センター駅から電車の見えるところから北側の道ですね。あそこ通って戻ろうかな。なんかいい感じのベンチがあったんで休憩してます。いいですね、心地いい。これも桜の木ですかね。ここで花見するのもいいかもしれないですね。人が少なそうなんで。この橋からの景色も綺麗なんですよね。あっち側やっぱ今来たところ戻って帰ろうかなと思います。ここの橋行ってもいいんですけどね。しかし今日はめっちゃ暖かい。今11度もあってすごい暖かい。一応寒いと困るのでこのベストを一応羽織ってきたものの、これもいらないぐらい暖かいですね。手袋ももちろん必要ないし、自転車乗ってても全然寒くなかったですね。でもこれがね、夕方になったら寒くなる可能性あるんであれですけれども、だからもうこれ春ですね。完全に春の気候。やっぱこのエリアいいですね。また散歩しに来ます。久しぶりの定禅寺通りです。もう夕方なんで人多いかなと思ったんですけど、なんか静かですね。7000歩、1万歩行きませんでしたね。でもまだ歩くからそのうちに行くかな。なんか工事してますが、久々にあそこに行きます。山岡屋。なんかここの工事一瞬で終わってますね。そう、このね GK もやしラーメンっていうのを食べてみたくて、辛味噌ラーメン期間限定のそれが食べたくて、山岡にもかれこれ1年以上ぶりの山岡だったですが、めちゃくちゃうまかったですね。スープ若干とろみがある感じでめっちゃうまかった。辛味噌スープ美味しすぎて会員してしまいましたね。うまかった。そして出てきたら結構暗いですね。で、気温も今結構下がってますね。どんどんやっぱり今の時期は夕方になるといきなり気温が下がるんで要注意ですね。
断してたら結構暗くなって人も多くなっちゃいましたね。今から買い物行こうと思うんですけれども、人いや多いだろうな。ちなみにこの自転車午前中修理しようと思ったんですけど、ギアが効かなくなってしまったっていうので、このね左側の細かいギア、右か、細かいギアが効かなくなって、この3段階の大まかなギアしか効かなくなっちゃったんですね。こっちのね右側の細かいギアがね、一番大きい8番目のギアに入った状態で、このギアのこのワイヤーが切れちゃって、ここ操作動かなくなっちゃったんです。操作できなくなっちゃって、これをだから8番目のギアだとやっぱり一番なんて言うんでしょうね、こっちのギアを一番低いギアにしても8番目のギアに入っててやっぱ重すぎるんで、自分でチェーンを軽い方のギアにかけようと思ったんですけど、これがやっぱどうしても8番目のギアのところで固まっちゃってるんで、どうしても一番重いギアに戻されちゃうんですよね、チェーンが。そんなことで結局8番目のギアから、移動することができず、そのまんまって感じですね。でちょっと衝撃的な事実がね、その修理してる時に分かって、なんかね空回りじゃないですけど、チェーンがちゃんと噛み合ってないような感覚があるなみたいな風に思って、それもやっぱり重いギアで漕ぎ出してるからなのかなとか思ってたら、なんとですね、この8番目のギアのこのスプロケットのこの歯車の刃の部分が1個欠けてたんですよね、なんと。だからそこ1つ分刃がないんで、そこにチェーンがかかんなくて、そこで1つ分空回りしてるみたいな感じなんですよね。なのでいやこれ修理するとなると、これスプロケット交換ってなると結構金額かかりそうですけれども、だからちょっと余計に修理に行くのが怖くなってしまったっていう。いやでもどうしようかな、本当。でも修理行くしかないですけどね。このワイヤーが切れたのと、その歯車の刃が欠けたのとっていう。いや久々にいろいろ出てきましたね。最近調子いいと思ってたらやばい、ちょっと駅でいろいろ用足ししようと思ったんですけれども、一番人多い時間になってしまいましたね。のんきにラーメン食ってたらこんな時間になってしまいましたが、それでちょっと駅行ってロピアで買い出ししていきます。喉乾いたんで買い物がてらアイス買ってきちゃいました。抹茶。夜の東照宮めっちゃ綺麗ですね。なんか緑色にライトアップされてる。神社とかでなかなか色のついたライティングって珍しいですよね。今日はいつもロピアで買ってる 100g68 円の鶏肉がやっぱ行った時間が遅かったからか売り切れで、もう鶏肉切らしちゃってるんで買いに行かないと。ただ 1kg400 円のこのポテトはゲットできました。結局後自転車のチェーンが外れてずっと歩って帰ってきましたね。あれは早めに何とかしないといけないですね。やっぱ一番重いギアで漕いでるんで負荷がかかって外れちゃいましたね。てかそのギアを落とした時に勢いでそのまま外れてしまったっていう感じでしたね。まあなんとかします。餃子、この祖母宅に行くとよくもらってくるヤクルトのコーヒー豆乳、これ何気に好きなんですよね。牛乳じゃなくて豆乳を使ってるってことがあって、よく子供の頃は祖母宅でこれをもらって帰り道の車の中で飲んでた記憶があります。寝る前のお茶です。やっぱ寝る前にお茶飲むと結構落ち着くし、冬だと結構温まるんで睡眠の質が上がります。でこの前買ってきたごま油せんべい、これ多分お茶にも絶対合うと思いますよ。